一つ聞いたこと言っていい？椅子潰れてるわ。マジで？なんで？俺ずっとこんな感じだよ。分かりやすく説明したら、こうなってる。なんかあれに行ったやったんちゃう？前は。で、今日は何をするかと言いますと、雑誌買ったんですよ。雑誌ね。雑誌買ったら、要は付録で、いろんなものついてるでしょ。ついてる。で、今回は衝撃のバッグがついておったんで、どう見ても雑誌の値段からいって、何ぼで作ったんやつな。で、今回そのバッグを生地代から、金具で工賃、全部見積もって、で今回の雑誌のバッグがうちだったらいくらで取引先さんに、見積もるかっていうのをやってみようっていう。だから大体一般的な流通してるやつの日本で作ったらこれぐらいっていうやつってやつをそうやってみようということで、今回そのバッグが、こんな感じ。もう結構めっちゃいいバッグなんですよね。しっかりしてる。めっちゃしっかりしてる。でめっちゃちゃんとしっかり作っとって、で中にポケットが前に1と2で真ん中に3、でそれぞれに仕切りが1234、まあしっかりしたバッグ、っていうのを見積もってみようということで、新企画見積もってみようシリーズ。なんかちょっとタイトル登録してじゃあどこにしますか？じゃあ、新進工房の見積もってみよう。やらんほうがよかったんじゃん。やらんほうがよかった。やらんほうがよかった。途中でお兄ちゃんが声だと気づいた。俺もやりたくないな。俺もなんでこんなこと言われるのかとやってんけどさ、失敗ということで。ということで、行きますか。で、まず、まあちょっと金具類はとりあえず出したんですけど、大体順番にいきますか。これまず、上からいきますわ、僕が。このナスカン、これナスカンと言われるやつで、種類でいうとアミナスっていう種類なんで、ナスカンが2つ。これニッケルのシルバー、ニッケルっていうんですけど、これ、ニッケルが基本的には大体一番安い、ゴールドとかに比べると。で、調べてみたら、大体このアミナス2個で260円ぐらい。260円でしょ、そこで。で、このベルトの途中についてる一本線送り、これもニッケルで、これ大体17円。で、ここの D 缶、これ2個ついてるんですけど、これが大体2個で18円。これざっとの値段ざっと、ネットやからもうちょっと普通に仕入れまくったらもうちょっと安くなるかもしれないですけど、で、この PB テープ大体130センチぐらいなんですけど、40円ぐらい。で、ファスナー、コイルファスナーが大体ここについてるやつが5番のコイルファスナー50円ぐらいかな。で、マグネがここに2個ついてて、2個で大体140円ぐらい。で、あと生地やな。そう、生地今これパーって調べたら、もうこれは普通に全然流通してるやつで、パーって買えるやつなんで、僕らが普段仕入れるルートとはまだ違うんですけど、それで、ナイロンでこのキルティング加工されとって、で、安いのでいきます。安いので170円とかなんですよ。メーター170円。メーター170円。生地幅は生地幅これ110か。110で110センチ幅で、平均的な生地幅で、安いやつ。で、じゃあ出していく生地の大きさから。で、生地の大きさを今からちょっと計算してメモっていったの。メモっていこう。じゃあざっとこのわけで、パーツそれぞれ、とりあえず材料費をね、試算していこうと思います。じゃあ試算していきます。まずは、ナスカン。このショルダーベルトにナスカンが2つついてるんですけど、このナスカン2つでだいたい260円で、ここに1本線送りっていうベルト調節する金具、これが17円で、この、バッグの両サイドについてる D 缶2つで18円で、 PB テープだいたい130センチなんで、だいたい40円ぐらいかなと。で、コイルファスナーがここにファスナー1個ついてるんですけど、これが5番のコイルファスナーでだいたい50円ぐらいかなと。で、マグネが小マグネ2つついてるんで、これが2個でだいたい140円で、だいたいこの生地のキルティングが、ネットでバッて見た感じだと、メーター1000円ぐらいの、で売ってることが多いんで、だいたい1000円として計算していくんですけど、生地のだいたい病弱測ってるんですけど、胴体が、だいたい34×25 センチ ×2 つ、でマチが10センチ ×60 センチで、点マチが5センチ ×36 センチ、点マチ上部分ですね。
でここのについてるちっちゃい生地が 30cm×4cm×2 つでハンドル部分が 37cm×9cm×2 つということで、計算していくとだから、胴体、大体この生地幅が110センチぐらいのが多かったので110センチ幅で計算すると胴体に必要な葉弱が17センチでマチが 5.4 センチで点マチが 3.2 センチ、この見付け部分が 2.2 センチでハンドルが6センチの合計 33.8 センチ1本作るのに生地が必要という計算になりました。それで、生地代がだいたい1000円で計算するんで100センチあたり、1000円ということは 33.8 センチだと、1本あたりの生地の値段が338円になります。ということで、この生地にバッグに使われている生地の、価格は338円で裏地がだいたい100円ぐらいかなという感じで裁断に使う金額が50円ぐらいっていう感じでここまででだから材料費が合計すると1013円になりました。コーチこれ作るとしたらいくら下請けでやってた時代このカバン着たらいくらで作ってって言われるまあ多分1500円で売るわけじゃん。いや1500円生地やでだってお兄ちゃんあれ忘れたお兄ちゃん法則俺ちょっと忘れてるかもしれない同じ形でも皮と生地で値段変わる法則忘れたあと全く同じ形で同じ工程踏むのに値段変わるっていうね工賃がなぜか変わるっていうなぜかっていうよりもはっきりしてんねんけどな状態変わるからね革で注文してたやつがちょっと夏やから生地で作ってって言ったら値段が下がるっていう、ちょっと逆バージョンもあったけどな生地でやっとったけど革になるからちょっと高くなってっていうのもあるけど、1回だけやったなそれはなんぼやろなこれいやこれ生地やでだってこれ革やったら俺賞味で言ってこれ中どうなってる中はまあまあシンプルよなんかファスナーも何もついてないから中間仕切り塗って大きいポケットパンポンポンって入ってるだけやからまあでもそれ1500円ぐらいで、いや1500円くれるまあ状況によるなちょっと状況によるなまあ1500円ぐらいまあざっと見た経験ではそれパーティーの時に1500円でちょっときついなと思ってるぐらいだとであとは何回こう定番で流れてきてそれに合うようにこう自分らが手慣れてくる日本やったら大体こんなカバンってどれぐらいやろなロットいやまあ5畳ということじゃん最近少なくなってきてる要請やからな3色50個とかじゃん今どうか知らんでちょっと下請け離れてるから何年もやってないからなでもなんかこの状況によっては、この全国の付録に入れるから数多くて数は多そうやなこれ数めっちゃ多くてっていう可能性もある日本で絶対作ってないやろうけどな絶対やってないと思うじゃあ作れるとこがないと思うその量をこなせるところが大抵だってお家で皆さん作ってるからな一個の工場にボンって感じでもないもんなかなかだから中国の工場にボンと放り込んででまあガサッて上がってくる感じだからもう工場だったらなんていうのなんか社会に習った家内製手工業、そんな感じやなカバン業としてまあ基本的に一軒家作ってるんで、そうメーカーがおって材料を一軒家の職人さんに持って行って作ってもらってそれを引き上げる、もしくは持って、俺らの時にずっと持って行ってたけど多分50個で3色で、まあ、今回いい色やったけどまあ1500円出たらいい方なんじゃんまあかなりいい方なんじゃんそうやななんか800円とかでなんかこれほんまに近所のおじいちゃんでとこでこれいくらで売ってんすかって聞いたらもうこんな650円とか言ってそうな言ってそうな雰囲気もあるよなその辺が結構主観で決まる上代とかなんか主観とかなんかそれで決まるんで結構ねまあ安めに3つ取ったバージョンとしっかり工賃取ったバージョンに行こうかほんじゃまあでも半額でも1500円はいい方やと思う1500かなりいい方やと思うかなりいい方やと思うなんかだからもう近所のおじいちゃんのとこ行ってこれいくらで塗ってんすかって聞いて驚愕するパターンで言ったら多分700円ぐらいまあ700下手したら500円切るかもしれないでその数とかその1000とかやったら500円500円切ってきてで100ぐらいやったら700円から800円でも意外と3000本ぐらい作ったとしたら、手をできてうまくなってるんで全然合わせにいってるかもしれない、
数やったら数やったら全然変わるもんな。1回目例えば時給300円になったとしてそうも、2 1回目3回目でちょっと上がっていったりするから900円とかなってくるからね。それでもそんなもんやけど、効率のやり方覚えていくんで、あ、さっきここちょっと段取りできたなとか、まあ最悪パターンは580円。まあ一発目で、まあこれ1本限りっていうそうやな。状況やったら、で若者でこれからもうちの仕事やってよっていう思いを込めてメーカーが出した時に1500円やった多分。あ、逆にうちが何も受けて全然そうやな。普通に作ってって言われたらもう普通になんぼって言う。普通作って、今、100本作ってこれって言われたら 100本作ってって言われて、生地は生地こっちで、生地全部こっちで全部出して3500円ぐらい。まあ今のそのなんつったんやろな、このなんか今のこの生産の間に挟もうと思ったらそんぐらいちょっとじゃないと割に合わんっていうところはあるな。そうやな、奥さんだったら自分のところの商品作るわけなんですよ。まあ悪い場合でも580円ぐらい、550円ぐらいなんかでもいやでももっと潜ると思うで、実際のところほんまにだってな、ひどいところもまだ俺ら若いからずっと続けてっていう思いが、まあ、革職人が人数減ってるから革職人がまあバック職人な、バック職袋物人がだからうちの長く作ってやっていう意味で多少はちょっといい工賃とか出してくれる場合あったけど、ほんま近所のおじいちゃんもう年金暮らしで、弱い70歳ぐらいとかおじいちゃんがなってきたら、もう家言ったら暇やから暇つぶしに作ってるっていう感覚でやってるから、もうほんま値段とか何でもいいみたいな感じで食いちゃうから、そういう場合550円とか全然ありる。まあまあメーカーとも大変やからかなり、トータルといくらですか、1013に1500円足して、日本で作る場合大体まあ1500円ぐらい、まあこれもかなり優しいメーカーさんが職人さんに仕事を出した時の工賃が1500円ということなんで、まあそれで計算するとこの、バッグの原価は合計で2513円になります。まあちょっとで近所のおじいちゃんが塗ってるやつやったら1211円、ここで結構変わるんじゃない工賃だから逆に工賃でやっぱどうしても工賃で帳尻合わそうっていうところがあるから、他が帳尻もう合わせにくいからな、いじらへんからな、だから工賃のところで安くなっていくから作る人が日本から減っていくと。でまあこの一応工賃1500円出したけど、これでいっても週7で働かなあかん状況やと思う。全然俺だってもう週7で働いてたもんな。週7で朝から朝まで働いてた。朝からね、納品前は朝から朝まで出てでちょっと居眠りしてミシンで脳震盪起こすぐらいな。だから俺たまに繰り返しながら寝てたことらしいもう完全に体オフなんだな。でもっと言うなら土日休んで、かつ無理や9 to 5で働くとしたらもうちょい高くはなると思うけど、でも土日とか休んでたらもう無理やもん、生活できる。休む気が起こらんもんまず。その受けて仕事やってたらこんな悪口じゃないけど、こんなん言うてたらバッグ職人になろうって思う人減るで。まあ実は減ってるからねだって言うたらさ状況的に同世代ぐらいでなんか何人かでやってたグループも無理やで解散したもんな、でおのおのでまあ今はちょっと昔と違ってハンドメイドをこう受け入れてくれるような土壌ができてるし、それを売るようなサイトもいっぱい出てるから、それ自分で売るならそうまあ全然いけんねんでもベストはいきなりオリジナルボンで飛び込むよりメーカーさんから下請けしながら、オリジナルもやりながらという方が技術を磨きながら効率よく作る方を覚えて、でそれをオリジナル製品に生かすっていう方がいいんちゃうかなとか、将来オリジナルやるのを前提に下請けるっていう、まあ、たまにいきなりオリジナルポンって飛び込んでできる人とかもいてるけど、やっぱでも量産の仕組みここでこういうのでどうやってなんか値段合わせていくかっていうの、まあなんていうの綺麗に保ちつつ早く作るかっていう方法をなんていうの、家がおうなしにこの状況やから工夫していくから、まあ今のオリジナルにかなり役立ってるっちゃ役立ってる。まあ無駄なくかつ綺麗に、まあ早く効率よく上げるっていうのは、そういうメーカーさんのやってなかったら仕事なかったら絶対無理だと思う。ただそういうのまあ一つ経験して大事じゃないかと思う。ちなみにこれ雑誌いくらだったの大体2500円ぐらいだったかな。だからもうすでにその時点で流通コスト2161円やからもう日本で作ったらこの雑誌は成り立たないんやっぱり。
でも付録つけることによって売り上げ伸ばしてで広告枠で稼いでるっていう方法もあり得るぞ。てかそうやと思うそうしかも多分でもそうそうなんやろな。その1個の雑誌売れてそれで収益っていうよりは、その雑誌の中に広告出稿してくれる企業さんに部数広げて、その1個あたりのこの広告単価っていうのを上げて、まあまあ生計立ててるんじゃないかな。じゃあないと無理やろ。無理や多分日本じゃ絶対に無理。日本じゃ絶対無理です。この生産日本でやるの数が無理とその値段が合わせないっていうので、これやり続けて職人を皆殺しにしていく多分一発目そう生産系だとしても2発目とかも安定せえへんと思う。で一箇所にボンって工場に送ってガンって上がるんじゃなくて、赤ちょチリチリバラバラに出すから上がりも違うし、クオリティもちょっと安定せえへんので、まあなかなか難しいんじゃないかなっていう。で中国製品って言うけど中国製品綺麗やからな。綺麗正直。だってずっと同じ箇所ばっかり塗らしてこのハンドルやったらここばっかり塗るから、それは同じずっとやったらそれはクオリティ上がる。みんな結構言ったりするけど中国製品はもうとにかく早くて綺麗。でも素材は悪いの多いそれはちょっと悪いな。ボロボロいやしゃあないよ。コバの液がなんか謎の液使ってるからベロンって剥がれたりとか。でもそれもちょっと経済的な理由あると思うよ。その状態に合わせて全部工賃もその材料もこう無理やりそうねじ込んでいくからそこに。そうねじ込んだゆえに日本もそっちにねじ込んでいくからさ、おかしいことになんねんな。今はその中国ベースに合わせてするから国内のその中国ちょっと生産へんかったからちょっと日本で作ろうと思ってんねん、安定した生産やりたいねんって言った人の見積もりで大体会えへんもんな。あれあれなんか聞いてなんかなんやろな、電子レンジ入れたら出来上がってくるみたいな感覚で言われるからな。そうじゃないからな、全部塗っていかなあかんから。でも作ってるんでいくらって早くても道のスピード超えられへんからな。し、そのなんや俺カバンとかさ、作り始める前だから10年以上前ってなんか機械で自動でいや俺も思っとったって思ってて、勝手に機械に材料入れたらバーンって上がってくるみたいな、でも絶対にこれもミシンでどこかの国の誰かが全部手作業で塗ってるわけやろな。ちなみにこれメイドにどこメールに書いてないんじゃん。書いてないか。でも中国製品マジで俺見習うところあると思うよ。効率よく作ってるっていうところとクオリティで全部作ってるって感じで結構驚く時はもんな。まあ、我々革職人目線から見た、見積もりと、雑誌付録の現状でございました。こんな感じで、雑誌付録今回やりましたが、まあどう見てもこれ無理じゃねっていうような値段で売られている、まあホームセンターの複雑なリュックとか、まあ、例えば100均の財布とかね、その見ながらまた見積もり出していこうと思います。こんな感じでまた次回も見てくれると嬉しいです。さよなら。じゃあということでおまけは早速ありますか。メルカリ昨日生放送でメルカリやって、まあ昨日にならへんのかな、もうこの動画上じゃ、まあ今撮影している前日に、まだ羽川、ライブ配信させていただいて、で2つ出して1個は配信中に販売してもう1個はランダムで次の日に出すということで、今から早速それを出したらどうなるのかっていう。そうで、今回2回目の方がそのライブ配信で撮った2回目の今出品する方を結構モリモリにして2キロぐらいあるんですよね。でその放送中にいろいろこう皆さんメルカリのフォローしてくださったんで、これ出品すると通知がいくとのことですので、実際やってみて、どのぐらい売れるのか、まあこの撮影中に売れるのかどうかちょっと見てみようと思います。未使用に近いので値段は1000円ということで、出品完了。どうなるのやろ。放送中やったら一緒やねんけどな、これどうなるか気になる。何も今出品した。うわ売れた。うわ早っ。お前にライブ配信と同じスピードで売れてる。やっぱみんな狙ってたんか。いやでも違う、昨日と違う人。違う方。違う方だ。ほんま。もうこのなんか豆なんか回ってるよね。YouTube を見て購入させていただきましたって書いてくれてる。ありがとうございます。この回で俺もう多分予想やけどずっと携帯近くに置いてたレベル置いててくれはったんかな。でもう開いてたりしてくれたんかな。じゃあ今ご購入してくださった方、また本日1週間もう放送これアップするんですか分からんけど、これもうちょっとなヤフオクやらいろんなパターン今考えてるから、あなたはちょっといろいろアイデアを思い浮かべましたので、
まあその辺も見ていただけど嬉しい。だけどまさかほんまにライブ配信と変わらんスピードで売れたっていう。ほんまにな、すごいね。よかったですフォロワーもだってやってくれたらいいな、マキナ。もうだってメルカリのフォロワー増えてるから。あ、めっちゃ増えてる。フォロワー昨日だから放送前からより8人ぐらい増えてる。あ、ほんま？今後いろいろ面白いことやっていこうと思います。はい、さよなら。